テステス。ははは。へへへ。マーヤ、さっきから何してるの？人んちで勝手に。ご両人登場。おはようございます。演者さん入りまーす。演者？つまり俺たち何かに出演するの？そういうこと。ちなみにゲストも呼んでるよ。さあ、どうぞこちらへ。妙に扱いが丁寧で不穏なんだが、北条サイトです。よろしくお願いします。桜森茜です。一応サイトの嫁ってことになってるわ。よろしくお願いします。というわけで今回は漫画エンジェル猫岡の大人気作品クラスの大嫌いな女子と結婚することになったとのコラボ会。今日のコラボ企画はこちら。みんなで朗読会をしてみようです。あれ？なんかこのテロップめくりに陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。朗読ってことは本とか詩を読み上げればいいんだよね。けど俺たちは素人だぞ。聞くに耐えない朗読になりそうな気もするが。大丈夫。今回は上手い下手は関係ないからセリフに込められた思いを精一杯ぶつけちゃって。もうそういうことなら。それで台本は？お配りします。それぞれ配役のセリフにマーカー引いてあるから確認やらやら。タイトルはあの日見た世界の中心を知る人へ会いに行きます。何このそこはかとないごちゃ混ぜ感満載なタイトル。私は茜役。読みが一緒なのね。偶然かしら。俺の役はサイトか。偶然にしてはできすぎてないか。気にしすぎじゃないかな。とりあえずセリフも確認してみようか。こんなの読めるか。なんなのよこれ。恥ずかしいセリフばかりじゃない。確かにセリフのチョイスに悪意がある気がする。どこが恥ずかしいの？例えば？何度生まれ変わってもまたサイトになる。何度もって何か言わせるつもりよ。浅村優太は世界中の誰よりも綾瀬咲を愛して一応確認なんだけど、今回の企画本当にただの朗読会なの？違うよね。バレちまったら仕方がねえ。種明かしします。ババン。真の企画はこちら。恥ずかしいセリフを朗読し合って照れたら負けゲーム。そんなことだろうと思った。ちなみに用意した台本は天才文学少女マヤちゃんが書き上げました。道理でどこかで聞いたことのあるようなセリフばかりが羅列されてるわけね。作家を目指し始めたばかりのアマチュアが必ず一回は通りそうなやつだな。確かに既存名作をなぞって学ぶつもりがなぜか同じ文言になっちゃうあれだね。恥ずかしがらせようって魂胆がある分余計に悪質だわ。容赦ない言われよ。ルールは簡単だよ。義妹生活の2人、クラコンの2人で読み合ってもらい、最後は勝った人同士で決勝戦。ちなみに優勝者には何かしら恩恵があったりするのか？もちろん素敵な出演料ボーナスを支給する予定だよ。それじゃまずは義妹生活チームレディーはいよし行くよ綾瀬さん。先に出会って俺の人生はめちゃくちゃにされた。寝ても覚めても君のことばかりを思ってほらほら浅村くん、こういうセリフは堂々と言わないと自分が恥ずかし
あの MC ものすごく煽ってくるな。自分が楽しんでるだけじゃないかしら。君のことばかりを思ってしまうほどに、この気持ちこそ愛なんだ。素敵な愛の告白だ。一方の先はというと、確かに役だって分かってても同じ名前で呼ばれるとちょっとびっくりするかも。でも大丈夫、平常心。浅村くんの渾身の告白は今一歩届かず。続いてさきのもしたった一つだけ願いが叶うなら、私はね、ゆうたのお嫁さんになりたい。知ってくれるよね？おお、すごい。一片のよどみもなく言い切ったわね。これはさすがに言われる方が恥ずかしい。ターン。おっと、ここで浅村くんから恥ずかしいの一言が。判定はさきの勝利。さて続いてのカードはクラコンからサイトくん、あかねちゃんの勝負です。やるしかないのか。でもボーナスがかかっているなら勝負する価値は十分あるわ。負けないわよ。あかねちゃんはやる気満々だね。それじゃあ早速行ってみましょう。行くわよ。本当はいつもあんたには感謝してるんだからね。素直になれないだけで。だから今日だけは特別よ。サイト、あんたのことやっぱり無理よ、こんな勝負。やるわけないじゃない。私は棄権するわ。あかねちゃん危険宣言。対するサイトくんはどう出る？いや、俺も棄権する。サイト、何よ、私に同情して勝負を放棄するってこと？そんな情けは無用よ。そういうつもりじゃない。本当に恥ずかしいだけだ。それに棄権すると決めた嫁相手に勝利を宣言するのも夫として恥ずかしい気がするからな。何よそれ。そのセリフの方がよっぽど恥ずかしいじゃない。エモみとどみ、オーバーヒート寸前だよ。なんだかんだ二人はお互いを理解し合ってる感じがあるね。そうだね。本当お似合いな二人だな。さてそれじゃあクラコン勢は両者棄権ということで、優勝はそのままさきに決定。私も棄権する。こんな状況で勝者になるのもフェアじゃないし、私のポリシーに反するかなって。そう？じゃあ今回は勝者なしってことで、優勝者ボーナスはプール金に回すね。とはいえみんなのいい感じでエモエモなやりとりをバッチリ見せられたと思うので、企画としては大成功。クラコン勢のお二人、どうもありがとう。こちらこそありがとうございました。なんだかんだでとても楽しかったわ。クラコンも義妹生活も今回の企画に負けないぐらいエモエモな小説が発売中なので、よろしくどうぞ。それじゃあまたねー。ちょっと待った。ねえマーヤ、このマイク何につながってるのかな？びっくり。こんなところにパソコンが、マイクと配線がつながってる。しかもこれ録音中？何よそれ。録音するだなんて聞いてないわ。いや実はみんなのエモエモ朗読を売って、その売り上げを優勝者ボーナスに当てつつテンパーもらおうかなと。理にかなった商売根性だな。だが許可をした覚えはない。はい、デリート。ポチッとな。
さてここからは第2部ってことで始めていきたいと思います。第2部？私たちだけで？一体何を始めるつもりなの？こうすればみんなも気づくと思うよ。せーの。おはよう、こんにち、こんばんは。宣伝担当のマーヤです。あ、なるほど。いつもの宣伝告知動画の撮影か。その通り。前置きはサクッと済ませて、みんなはリスンゴってサービス聞いたことある？知ってるわ。そもそも以前からクラコンは配信されてるから、小説などの朗読音声、オーディオブックを提供するサービスで合ってるわよね。ザッツライ。リスンゴはね、スマホパソコン向けのオーディオブックサービスなのだよ。オーディオブックっていうのは本をナレーターさんなどに読み上げてもらって、それを聞いて楽しむ形の読書でね、スマホやタブレット、パソコンで楽しめる新しい読書体験なのだ。スマホにタブレットか。それじゃあ通学のタイミングでも全然聞けちゃうね。家事をしてる時とか両手が塞がってても聞けるのはとても助かるわ。そうそう、他の作業中意外に耳って開いてる時があるもんね。そういう時のながら時間を利用して耳で読書する、それがリスンゴの楽しみ方だよ。ちなみにどんな人が朗読してるの？ナレーターさんだけ？なんとプロのナレーターさんだけじゃなく、声優さんや芸能人の方の朗読も聞けちゃうのだ。おお。何時間も何時間も推しの声だけをたっぷり味わうことができる。それはもはやあなたと推しの二人っきりの特別な時間。ねえ、また一人の世界に浸ってるわよ。マーヤー、戻ってこーい。さて、そんな魅力たっぷりなリスンゴですが、なんとこの度義妹生活第1巻のオーディオブックも配信がスタートしました。義妹生活チャンネルから引き続き声優の中島由紀さんが朗読してくれます。義妹生活ファンにはたまらない、まさに聞くアニメって感じだね。このスライドによると割引もされてるみたいね。そうなのだ。オーディオブック義妹生活第1巻のリスンゴ独占配信を記念して、今なら期間限定、通常価格より 33% オフの880円で聞けちゃうのだ。スペシャルプライス。さらに期間限定で購入応募してくれたみんなに、私綾瀬咲のキャラ缶バッジのプレゼントもあるよ。詳細は概要欄に記載してますので、ぜひチェックしてみてください。それと今回はオーディオブック版義妹生活第1巻の視聴版があるらしいわね。おお、それは早速聞いてみたいね。リスンゴのサービスを提供しているドワンゴ様からお預かりした超絶貴重な視聴版となっています。みんなイヤホンヘッドホンの準備は OK かい？パンパン。それじゃあピュイゴー。綾瀬さんは胸に手を置いて言う。でも安心したな。何がですか？これから共同生活を送る相手なのに、怖い人だったらどうしようと思ってたから。どうなんですかね。本当に怖い人は優しい顔をしてる気がしますけど。太一さんからさっきまでいろいろ聞いてたから、ほとんど毎日バイトして大学の学費を貯めてるとか、真面目な人なんだろうなって。つい十数分前にバイト先の先輩から不真面目を怒られてきましたが、成績優秀だとも。頭のいい犯罪者って多いですよね。口元を手で隠して綾瀬さんは控えめに笑ってみせた。俺たちの会話をハラハラした様子で見守っていた両親もそれを見てほっとしたように笑う。どうやら義妹とのファーストコンタクトはうまくいったらしい。事前シミュレーションとはだいぶ違っていたけど、我ながら
ナイスな対応力。この分なら当たり障りのない関係を築いていけそうだ。そうして終始和やかなムードのまま、浅村家、綾瀬家両家の顔合わせは進み、夜の10時を過ぎたところで、明日も早いからと解散することとなった。親父と明子さんが会計とトイレを済ませてから出ると言い、俺と綾瀬さんだけが先に店の外に出て待つことになった。深夜でもなお喧騒が止むことのない道玄坂。高い声で客引きするキャッチ、酒に酔って甲高い声を上げる派手な男女を見て、俺は隣にいる妹をちらりと見た。彼女のド派手な外見は今まさに渋谷を歩いている人々と何ら変わらない。俺が一生関わらないだろうと思っていた女そのものだ。けどさっきのファミレスでの会話は彼女の深い知性を感じさせるものだった。外見はあくまで外見。性格や礼儀とは関係ない。そういう単純な話なら分かりやすくていいのだけれど。でも、この妹の友好的な態度にはそれだけじゃない。何か言葉にしがたい違和感のようなものがつきまとっていた。そして、その違和感の正体はすぐに判明した。ねえ、浅村くん。お母さんたちが出てくる前に話しておきたいことがあるんだけど。親に言えないこと？そう。もっと言うと、浅村くんにしか言えないこと。あんな短い会話でそこまで信頼を獲得したんですか。すごいな、俺。そのユーモア、話し方、表情。でも、そのどれにも強い熱を感じない。だから多分、私の言葉も正確に理解してくれると思って。おー。なるほど。つまるところ彼女は俺と似たタイプ。さっきまで感じていた違和感もそれで説明できるわけだ。そして彼女は口にした。後から振り返ってみれば、この時の彼女の言葉が俺たちの兄弟関係を決定的に定義してしまったんだろう。私はあなたに何も期待しないから、あなたも私に何も期待しないでほしいの。この意味、あなたなら正確に理解できるよね。彼女はそう言うと、瞳に俺の顔をしっかりと反射させて返事を待った。答えなんて決まっていた。人によってはとても冷たい見下り犯に聞こえるかもしれないその言葉は、俺にとっては何よりも誠実なスタンスの提案だったのだから。安心したよ。今初めてね。うん、私も今初めて。ぜひそのスタンスでやっていこう、綾瀬さん。ありがとう、浅村くん。こうして俺、浅村優太と義理の妹、綾瀬咲の関係は始まった。はあ、素敵な朗読だったわね。胸にスーッと染み渡るような。本当だね。義妹生活の繊細な世界観ともすごくマッチしてて、時間を忘れそうになっちゃった。うん、すごく良かったよね。逆に私、視聴への入りをふざけすぎたなって、今めっちゃ反省してる。いや、そこは気にしなくていいのでは？奈良坂さんが宣伝担当な時点で、各所想定内だと思うけれど。それって褒めてくれてるの？まあ、褒められたってことにしておくけど。メンタル強。というわけで、みんなは視聴版どうだったかな？感想はぜひぜひコメント欄によろしく。そしてもっともっともっと聞きたいってそこの君はぜひ何が何でも製品版をよろしくおなしゃす。そういえばさっき桜森さんが言っていたけど、リスンゴではクラコンことクラスの大嫌いな女子と結婚することになったもう好評配信中なんだよね。ええ、私たちクラコンのオーディオブック版は漫画動画版などでもおなじみの
声優鈴木あゆさんが朗読を担当しているわ。現在2巻まで配信中です。サイトとの結婚生活の様子を聞かれるのは恥ずかしいけど、楽しんでもらえたら私たちも嬉しいわ。こちらも大変エモエモなオーディオブックとなってますので要チェックというわけで告知は以上。今回は情報たっぷりでお届けいたしました。オーディオブック版、原作小説、そして YouTube チャンネルも含め、これからも義妹生活とクラスの大嫌いな女子と結婚することになったをよろしくお願いします。ではまた。チャンネル登録、Twitter のフォローをよろしくね。小説版義妹生活発売中です。